皆さん、こんにちは。テク&テイルズです。今回は Python の5回目、辞書、ライブラリー、記述統計について学んでいきます。これらの知識を総動員してデータ分析に挑戦しましょう。はじめに前回の復習です。前回はまずリストを学びました。各括弧を使い FIM アンダーラインスコアラスの例のように複数のデータを順番に格納する方法です。次に if 文による条件分岐を学びました。スコアが10例以上なら ADL 自立と表示するといったように条件によって処理を変える方法です。最後に for 文による繰り返しです。リストの各要素に対して同じ処理を順番に行う方法を学びました。今回の学習目標は4点あります。1点目は辞書ディクショナリーを使って関連するデータをまとめて管理できるようになることです。2点目はモジュールやライブラリーと呼ばれる便利な機能を読み込み、その使い方を知ることです。3点目として具体的に乱数や日付を扱う方法を学びます。そして4点目としてデータ分析の第一歩であるNumPyライブラリーを使い、平均、中央値、標準偏差といった基本的な記述統計と相関係数を計算できるようになることを目指します。ではまず、新しいデータ型、辞書について説明します。辞書とは、キーと値バリューのペアでデータを格納するデータ型です。リストが順番、つまり0番、1番、2番といったインデックス番号で管理していたのに対し、辞書は名前、つまりキーでデータを管理します。作成するときは、並括弧はじめ中括弧終わり中括弧を使います。例にあるように、キー1コロン、値1、キー2コロン、値2といった形でデータを格納します。なぜリストだけでなく、辞書が必要なのでしょうか。リハビリの患者データを例に、リストと比較してみましょう。リストの場合、ペイシャントアンダーラインリストのように、田中75、ストローク80とデータを格納することになります。この場合、ペイシャントアンダーラインリスト2がストローク、つまり疾患名だという順番を私たちが覚えておく必要があります。これではデータの意味がわかりにくいですね。一方、辞書の場合を見てください。ペイシャントアンダーラインディクトとして、ネーム田中、AG75、ダイヤ行ゼストロークのように、データに名前キーをつけて管理します。こうすれば、ペイシャントアンダーラインディクトダイヤ行ゼと書くだけで、ストロークという値を取り出すことができます。どちらがわかりやすいか、一目瞭然ですね。辞書を使うとデータの意味が非常に明確になります。それでは Google コラボの立ち上げから始めていきます。まず Google コラボを検索して Google コラボを、開きます。で、今回の新しいノートを作りましょう。ノートブックを作成します。新規で作成すると、しばらくすると、こういうセルが立ち上がります。で、こっちに名前を付けておいてください。このドットの前ですね。例えば、第9回、実回にしましょうか。こういう形でノートを作りましょう。それでは、今回は、患者さんのデータを辞書形式で保存する練習をやってみましょう。まずは、コメントで、患者 A のデータを作成。そしてエンターで、半角モードで、入力していきます。ペイシェントアンダースコアで A で、辞書形式でデータを入力します。辞書形式は並括弧を使用します。そして、キーとなる、データですね。キーを、例えば ID というふうに入れて、コロンで、
次にデータですね。データが、例えば P の001というデータですね。で、次に、年齢、エイジ、は、ということで、ここに、68歳。で、次に、ここで、ダイアグノシス。診断がコロンで対応するデータとして、登録。文字列はダブルコーテーションで囲みます。そして、握力、グリップ、ストレンジス。グリップ、ストレンジスの右側。これを 15.5 というような形で設定します。で、こういうふうに、書きますが、ここ横に長くなると分かりにくくなるので、これを継続した行として、波括弧とか普通の括弧では、次の行にこういうふうに、書くことができます。こういう形でですね、区切ることができます。こういう形で区切れば分かりやすくなりますよね。こういう形でですね。そして、これをプリントしてみましょうか。表示してみましょう。プリント、括弧で、ちょっとここまでやってみましょうか。ここまでで実行してみます。最初はちょっとしばらく時間かかりますね。ここが間違いということになってますね。ここエラーのダブルコーテーションがここにないですね。ちょっとエラーを説明見てみましょう。ここでエラーがここのところですね。ここダブルコーテーションがないんですけども、これ修正候補ここ出てますね。ダブルコーテーションが入った修正候補が出てるんで、これを許可しましょうか。そうするとここ直りましたね。じゃあ、これでもう一回実行してみましょうか。そうするとこういう形で修正されたコードがうまく実行できましたね。辞書形式のデータが表示されました。そしたら、特定のデータをアクセスするやり方ですね。ここでは、例えば、プリント、括弧の候補が出てますね。ここで、患者 ID を表示してみましょうか。そしたら、F ストリングスを使って、ここで、患者 ID を表示してみましょう。そしたら、F ストリングで、ペーシャント ID、これで OK ですね。そしたら、このままタブキーを押して決定します。そして、A の H の括弧で、これですね。これで OK でしょう。これで実行してみましょう。そうすると、こういう風な形で、ここ
で、辞書名を設定して、ここで、キーをここに設定すると、それに対応するこちらのデータを表示してくれるということですね。ここが辞書名で、そしてこちらの方にキーとなる、言葉ですね。ここを置くと68っていうのがここに来ると。そういう形で活用することができます。辞書の基本的な使い方。まずは、作成とアクセスです。ここに患者 A のデータを作成するコード例があります。ペーシャントアンダーライン A という変数に、波括弧で辞書を作成しています。ID が P001、AG が68、ダイヤ行勢がストローク、グリップストレングスアンダーライン R が 15.5 となっています。このペーシャントアンダーライン A をそのままプリントすると、中身がすべて表示されます。特定のデータにアクセスしたい場合は、ペーシャントアンダーライン A 一重引用符 ID 一重引用符のように、キーを括弧で指定します。実行結果を見ると、患者 ID、P001、疾患名、ストロークと、指定したキーに対応する値が取り出せていることがわかります。少し補足ですが、Python の継続行の書き方についてです。前のスライドのコード例で、辞書が複数行にわたって書かれていたことに気づいたでしょうか。Python では、辞書の始め中括弧終わり中括弧やリストのなどの括弧の内側では、開行を自由に入れることができます。もし、辞書を1行で書くと、スライドの真ん中あたりにあるように非常に横に長くなり、読みにくくなってしまいます。スライド下部の選択されたテキストのように、キーと値のペアごとに開行し、インデント字下げを揃えることで、この辞書にどんなデータがいくつ入っているかが一目でわかりやすくなります。辞書の基本的な使い方、2つ目は、追加と更新です。先ほどのペーシャントアンダーライン A のデータを使います。まず、データの更新です。これは簡単で、存在するキーここでは、グリップストレングスアンダーライン R を指定して新しいね 18.0 を代入するだけです。これで右握力のデータが更新されます。次にデータの追加です。これも簡単で、新しいキーここでは、グリップストレングスアンダーライン L を指定してね 12.0 を代入します。実行結果を見ると、右握力が 18.0 に更新され、最後に追加後のデータとして差握力グリップストレングスアンダーライン L が加わっているのがわかります。辞書の基本的な使い方、3つ目は、繰り返しfor文です。辞書をそのままfor文で使うと、キーだけが取り出せます。もし、キーと値のペアを同時に取り出したい場合は、.items というメソッドを使います。コード例を見てください。for key value in patient underline a.items と書くことで、キーという変数にキーが、value という変数に値が順番に入ってきます。プリントすることで、実行結果のように、ID、P001 英字、68ダイヤ行勢、ストロークと、キーと値のペアをきれいに表示することができます。さて、辞書の話はここまでにして、次のテーマ、モジュールライブラリーに移ります。モジュールやライブラリーとは、Python の便利な機能をまとめた道具箱のようなものです。世界中の開発者が様々な目的のための道具箱、つまりライブラリーを作って公開してくれています。例えば、数学統計計算用、日付操作用、データ分析用、AI 開発用など、本当にたくさんの種類があります。これらの道具箱は、インポートという命令文を使って読み込むことで、自分のプログラムで使えるようになります。モジュールの使い方、インポートの方法を説明します。まず、道具箱モジュール全体を読み込む方法です。インポートスタティスティクスのように書きます。この場合、機能を使うときは statistics.mean のように、モジュール名機能名という形で呼び出します。次に、道具箱から特定の道具だけを取り出す方法です。from date time import date time のように書きます。この場合は、date time.now のように、機能名だけで使うことができます。モジュールの使い方、インポートの2つ目のパターンです。これは非常によく使われます。道具箱に別名をつけて読み込む方法です。例えば、import numpy as np や import pandas as pd のように書きます。
NumPy という名前のモジュールを、今後は NP という短い別名で呼びますよ、という宣言です。こうすることで、機能を使うときに np.mean のように、別名機能名という形で、短く書くことができます。では、実際にモジュールを使ってみましょう。まずはランドンモジュールです。ランドンモジュールは、乱数ランダムな数を扱う機能を提供します。リハビリテーションの分野では、シミュレーションを行ったり、研究で無作為化比較試験 RCT のグループ分けを行ったりする際に使えます。コード例です。まずインポートランドンで読み込みます。ランドン、ランディント0、10は、0から10までのランダムな整数を1つ返してくれます。また、ランドンチョイサイレハブアンダーラインメニューは、リハブアンダーラインメニューというリストの中から、ランダムに1つを選んでくれます。実行結果では、ランダムな整数として、4が、本日のリハビリメニューとして、ゲートトレーニングが選ばれていますね。次に使うモジュールはデートタイムです。デートタイムモジュールは、日付や時刻を扱う機能を提供します。リハビリの現場では、入院日からの経過日数を計算したり、生年月日からの年齢計算などに使えます。コード例では、from date time import date time で、デートタイムという機能だけを読み込んでいます。datetime.now.date で、今日の日付を取得できます。datetime2023-11.date のように、特定の日付ここでは入院日を指定することもできます。そして、この2つの日付を引き算するだけで、elapsed underline days equal today minus admission underline date.days のように、経過日数を簡単に計算できます。実行結果では、今日の日付が 2025-10-26、入院日が 2023-10-01 となっており、経過日数は756日と計算されています。それではモジュールを使ってみます。まずこちらですね。このランダムっていうモジュールをインポートして、ここで、ランダムの中の機能ですね。ランドイントという機能を使ってやって、0から10までの整数の、乱数をここで発生して、このランドイントという変数に入力して、ここで表示します。そしてこちらの例はですね、こちらにリストがありますね。この3つのデータ、ゲートトレーニング、ADL トレーニング、ロムエクササイズというリストをリハメニューという変数に取り込んで、ランダムモジュールのチョイスという機能を使って、この中からランダムに取り込んで表示するという、そういうプログラムです。これ実行すると、こういう風な形で、今、ランダムの整数は8になってますね。そしてこちらがロムエクササイズってなってます。で、もう一回実行してみましょう。そうすると今度はランダムの整数が4になりましたね。これトレーニング、ADL トレーニングが今回は選ばれたという形になります。これを例えば100にしましょうか。そうすると0から100までの整数が選ばれます。そしたら今度は15という形で、ランダムに乱数が発生します。次ですね、モジュールのデートタイムというものですね。これは日付型の、データ、時刻などを扱うモジュールがデートタイムというモジュールです。そして、この中の、こういうふうに書きます。デートタイムモジュールのデートタイムという機能を使ってやります。それで今日の日付を求めたい場合はデートタイム now、そして、今の日付ということですね。をtodayに、取り込みます。で、入院、逆に日付を変数に設定する場合は、ここにデートタイムって書いた上で、次に年、月、日の順にこういうふうに指定して、カンマで区切って指定して、ここにドットデートというふうに書きます。そうすると、アドミッションデートというのがここに日付型で入ってきます。そして、今日の日付からアドミッションデートを引いて経過日数を計算することができます。これ実行してみます。こういう形ですね。この場合だったら、757日というような形で計算することができるということですね。さて、ここからは少し話題が変わり、データ分析への第一歩を踏み出します。
皆さんが学んでいるリハビリテーション医療は、EBM、すなわち、エビデンスベースドメディスン根拠に基づく医療に基づいています。EBM を実践するためには、日々の臨床データを収集し、それを分析、評価することが不可欠です。Python は、まさにそのデータ分析を強力にサポートするツールです。まずは、手始めとしてデータを要約することから始めましょう。データ分析で最も基本的かつ重要なライブラリーが NumPy です。NumPy は Python で数値計算や統計処理を行うためのライブラリーです。特に配列アレイと呼ばれる高速に計算できるリストのようなデータを扱います。この後学ぶ Pandas など多くのデータ分析ライブラリーはこの NumPy を土台にしています。使うときはスライド下部にあるように Import NumPy as NP と NP という別名でインポートするのが一般的です。NumPy 配列アレイについて説明します。NumPy の配列は Python の通常のリストから簡単に作成できます。基本的には同じ型、通常は数値が大量に並んだものだと考えてください。コード例です。Import NumPy as NP します。まず、10人分の歩行速度のデータをGate_Speeds_List という Python のリストとして用意します。次に np.array という関数を使って、このリストを NumPy 配列に変換し、Gate_Speeds_Array という変数に入れます。プリントして表示してみると、Python リストと NumPy 配列で見た目が少し異なることが確認できると思います。NumPy を使って、記述統計の手法を学びましょう。記述統計とは、収集したデータがどんな様子かを知るために、データの特徴を要約して記述する手法です。まずは、平均値ミーンです。これはデータの合計をデータの個数で割った値ですね。コード例です。Gate_Speeds という NumPy 配列があります。この平均値を計算するには、NP、mean Gate_Speeds と書くだけです。非常に簡単ですね。実行結果は、平均歩行速度 0.90m/s と表示されています。なお、点 2f というのは、小数点以下2桁で表示するという書式指定です。記述統計の2つ目は、中央値ミーディアンです。中央値は、データを小さい順に並べたとき、ちょうど中央に位置する値です。平均値は、外れ値、つまり極端に大きい値や小さい値があると、その値に引っ張られてしまう影響を受けやすいです。一方、中央値は、この外れ値の影響を受けにくいという特徴があります。コード例を見てください。Gate_Speeds_with_outlier という配列には、一人だけ極端に遅いデータ 0.1 が含まれています。このデータで平均値を計算すると 0.83m/s となり、元の 0.90 から下に引っ張られています。しかし、中央値を計算する np.median を使うと、結果は 0.90m/s となり、外れ値の影響を受けていないことがわかります。記述統計の3つ目は、標準偏差スタンダードデバイアナ SD です。標準偏差は、データのばらつきの大きさを表す指標です。この値が小さいほど、みんなが平均に近い、つまり、ばらつきが小さいことを意味します。逆に値が大きいほど、平均から遠い人が多い、つまり、ばらつきが大きいことを意味します。コード例では、グループ A とグループ B、2つのデータ群があります。どちらも平均点は50点です。しかし、グループ A のデータは平均の50点周辺に固まっています。一方、グループ B は値が大きくばらついています。np.std で標準偏差を計算すると、グループ A は 1.26 と小さいのに対し、グループ B は 14.14 と非常に大きい値になっており、ばらつきの違いが数値で明確にわかります。これまでに学んだ平均値、中央値、標準偏差のほか、最小値ミンと最大値マックスも、データ全体を把握するのに役立つ、データの要約です。コード例では、10人分の BBS ベルグバランススケールの点数データを使っています。連で人数を np.mean で平均値、np.median で中央値、np.std で標準偏差、
そして np.min と np.max で最小値と最大値を計算しています。実行結果を見ると、人数、平均値、中央値、標準偏差、最小値、最大値と、データの特徴が一目でわかる形で要約されています。次に、相関係数について説明します。相関係数は、2つの異なるデータ間、例えば、握力と歩行速度といった2つの関係性の強さを示す指標です。-1から+1の間の値を取ります。スライドのグラフを見てください。左のグラフのように、点が右肩上がりに分布している場合、相関係数は+1に近くなります。これは、片方が増えると、もう片方も増えるという正の相関を示します。真ん中のグラフのように、右肩下がりに分布している場合、相関係数は-1に近くなります。これは、片方が増えると、もう片方は減るという負の相関を示します。右のグラフのように、点がバラバラに分布している場合、相関係数は0に近くなり、2つのデータにはあまり関係がない無相関であることを示します。相関係数の計算は、NumPyの np.colcof という関数を使います。この関数に2つのリストまたは配列を渡します。コード例では、10人分の握力と歩行速度の2つの配列を用意しています。np.colcof で相関係数を計算します。注意点として、結果は相関行列という 2x2 の行列で返されます。私たちが必要とする2つのデータ間の相関係数は、0、1もしくは1、0の1にある値です。ここではコーリレーションアンダーラインマトリックス0、1として値を取り出しています。実行結果は、握力と歩行速度の相関係数、0.991 となりました。これは+1に非常に近い値ですので、握力が強いほど、歩行速度も速いという強い正の相関がある傾向がわかります。ただし、非常に重要な注意点ですが、相関関係は因果関係を意味しません。握力が強いから歩行速度が速いと直ちに結論付けることはできない点に注意してください。それでは、ここまでの内容の練習問題です。まずは辞書の問題です。あなたの氏名ネーム年齢英字、所属デパートメント、好きなリハビリ分野フェイバリットアンダーラインフィールドをキーとする辞書スチューデントアンダーラインプロファイルを作成してください。そして、作成した辞書の内容を、for文と .items を使って、キー、値の形式で全て表示してください。練習問題の2つ目は、記述統計です。ある患者群の退院時 FIM 運動項目の点数データが FIM アンダーラインディスハージとしてリストで与えられています。NumPy を使って、このデータの平均値、中央値、標準偏差、最大値、最小値を計算して表示してください。最後に、第9回のまとめです。まず、辞書を学びました。これは、はじめ中括弧キー、値終わり中括弧のペアでデータを管理するもので、ペーシャント一重引用符英字一重引用符のように使います。次に、モジュールライブラリーを学びました。インポート文で機能を読み込みます。インポートランドンで乱数を、from date time インポートデートタイムで日付を扱いました。そして、データ分析の基本となる NumPy をインポート NumPy as NP で読み込み、数値計算の基本を学びました。NumPy を使い、記述統計として、np.mean で平均値、np.median で中央値、np.std で標準偏差を計算しました。最後に、相関係数を NP、コラク F ダタ1、データ2で計算する方法を学びました。以上で第9回の講義を終わります。練習問題が解けなかった人は、スライドをよく復習しておいてください。お疲れ様でした。